どうもこれです。僕は今三重県志摩に来ています。今日はここ志摩にある以前からずっと泊まりたいと思っていたラグジュアリーホテルに宿泊します。アマネムというホテルですね。世界的な有名ラグジュアリーブランドであるアマンリゾーツの一つのホテルで、世界の中でも唯一アマングループの中で温泉宿がここにあるんですよね。今回志摩に来たのも初めてということでとっても楽しみです。では行ってみましょう。今僕がいるのは横山展望台という有名な展望スポットで、目の前これ綺麗な英虞湾の景色が広がっています。アマネムがあるのもこのエリアで、紀伊半島の伊勢志摩国立公園の中にあるんですよね。素晴らしい緑の大自然と海の景色が広がっています。少し前に G7 が開催されたことでも有名なここ志摩ですが、世界の人たちにも胸を張ってこれが日本の雄大な大自然だとアピールできる景色ですよね。これはで、ちょうど今目の前見えている先の方、海沿いの方にアマネムがあります。ここから車で15分程度ですね。ではお宿に向かっていきますが、アマネムへのアクセスは今回は車で名古屋から向かって約2時間半かかりました。大阪からであれば車で約3時間です。公共交通機関電車を使う場合は特急しまかぜで最寄り駅の賢島駅まで、名古屋からであれば約2時間、大阪からであれば約2時間20分かかります。そして賢島駅からは無料送迎を利用することができます。今回車で伊勢西インターチェンジという高速を降りて、そこから大自然あふれる山道を走って約1時間、ついにアマネムの玄関口に到着です。ネムリゾートの敷地内に入ってきても、ここは広大な土地で広がっているので、もう少し車を走らせていきます。アマネムの看板はさっき見えていましたね。ゲートを通り抜けて案内通りに進んでいくと、こうやってスタッフさんが誘導してくれます。まず到着するのがパビリオンというエリアで、ここが一応車寄せになっていて、キーを預けてバレーパーキング形式でスタッフさんが車を駐車場に止めてくれます。そしてここでチェックインするのかと思いきや、フロントは別の場所にあるとのことで、なんとバギーでそこまで移動します。フロントがある塔に到着です。見ての通り、日本の伝統家屋を再現した平屋建てで、建物は統一されています。ここアマネムは2016年開業、世界中に客室数を抑えたプライベート感あふれる贅沢なラグジュアリーホテルを展開するアマンリゾーツの一ホテルです。日本には他にアマン東京、アマン京都があります。中でもここアマネムは3つの中でとりわけ自然に囲まれたリゾート感あふれる雰囲気で、最もアマンらしさを体現していると言えるのではないでしょうか。設計は数々のアマン建築をデザインしてきたケリー・ヒル氏。日本らしさ、日本の伝統を現代にアレンジしていくことをコンセプトにしているようです。アマンリゾーツのお宿は基本的にはアマンというホテルの名前になるのですが、ここ伊勢のアマンはなぜアマネムというのかというと、この辺りのエリアがネムリゾートという複合リゾートになっていて、アマンとネムを足してアマネムと名付けられています。アマンはサンスクリット語で平和なるを意味し、ネムは喜びを意味します。世界中のトラベラーの憧れであるアマンのホテルに人生で初めて泊まれるということで、ワクワクが止まりません。まずレセプションを抜けていったところ、目の前には広々とした中庭、そして奥の方には綺麗な緑と英虞湾、海の景色が見えています。右手の建物がダイニングで、左手が日中はラウンジ、夜はバーとして利用できるエリアですね。少し早めに到着したんで、目の前のラウンジの建物でゆっくりします。で、こっちラウンジへと続く通路を進む途中、左手にもちょっとしたエリアがあって、ここがライブラリーですね。奥の方には本棚、本が置かれていて、ゆっくり読書を楽しんだり、ワーケーションをしたりと、いろんな使い方ができそうですね。
バーラウンジの中はこんな感じ。左手にバーカウンターがあって、天井がとっても高い作りになっていて、広々とした窓の向こう側に緑と海の景色が広がっていて、とっても開放的な空間ですね。ちなみに早めに到着した場合、またはチェックアウト後にランチを食べたい場合は、ここのラウンジエリアでいただくことができます。今回せっかくなんで伊勢うどんを注文してみました。初めてこの伊勢うどんっていうやつを食べてみたんですけど、太くて柔らかい麺が他で食べたことがないうどんの食感で、福岡に住んでる自分としては柔らかめの麺っていうのはすごい愛着が湧くんですけどね。で、出汁の効いた黒いつゆが絶品でとっても美味しかったですね。ランチのメニューも一応載せておきますけど、さすがにラグジュアリーホテルなんでいい値段はするんですけど、その分上質な食材が使われているんだと思います。牛丼やカレーが1万円前後しますからね。こんな世界があるとはびっくりです。で、ラウンジエリアの外に出てきました。ここにはこんなくつろぎのスペースがありますね。ちょっとくぼんだ感じになってて、手前側と奥の方2つあります。で、ここにこうやって腰掛ければ奥の方に緑と海の景色が広がっています。いやー、すごいですね。高級感あふれる非日常空間、本当に静かな空気感が広がってます。で、フロント棟のここですね。この水盤テラスのような場所があるんですけど、これはなんとインフィニティプールで泳ぐこともできるんですよね。いやー、すごい。ただ今3月なんで泳ぐことはできないんですけどね、だいたい例年だと4月ぐらいから泳ぐことができるようになっていて、ただ今はね、暖冬でちょっとあったかいんで3月末にオープンしようかなみたいなことをスタッフの方が言っていました。こっち側だと目の前が緑の景色で広がっているんですけど、また反対振り返ってみるとこんな感じで手前側に緑があって、奥の方にちょっと海の景色が見えますね。いやー、すごいな。でも本当に大自然に囲まれているから、もう東南アジアの南国リゾートに来たかのような雰囲気が広がっていますね。日本にもこんな場所があったとは完全なる非日常だ。はい、せっかくなんでこのテラスのエリアで今お部屋の準備を待っていて、お水を出してくれたので一杯いただきます。いやー、もうチェックインした瞬間からすごいリゾート気分に浸ることができますね。今ここ日本にいるとは思えない。今日は平日ということもあってそんなに人でゴミゴミもしてないですし、外国人の方も多いんで、まるで外国にいるみたいですね。なりますので、朝食と夜ですね、あちらでいたします。客室へはバギーで向かいます。リゾートホテルでこうやってバギーで移動するのは本当に特別感がありますよね。で、ここアマネムは客室の種類はざっくり分けてこんな感じで7種類ですね。スイートが3種類、ビラタイプの客室が4種類。厳密に言うとビラタイプは1ベッドルームと2ベッドルームでもう少し分かれるみたいなんですけどね。今回僕が宿泊するのはソラスイートです。最もリーズナブルな森スイートを予約したんですが、とある裏技を使ってソラスイートにアップグレードされました。アップグレードの方法はルームツアーの後に紹介します。ちなみに森スイート、ソラスイート、ナギスイートの違いは、インテリアや間取りは基本一緒で眺望が異なります。森スイートだと海が見えなくて、ソラスイートは一部海の景色を望むことができて、ナギスイートは一番はっきりと海を望むことができるようです。スイートでも十分な広さなんですけど、ビラタイプは300平米を超えていてとんでもない広さですね。でも結構走ったな。これフロントまで歩いて行ける距離なんですか？行く方もいらっしゃいますね。でも15分ぐらい。そうですね、15分かからないくらいでは行けるかと思います。着いた。はい、客室の前に到着です。これですね、目の前、やっぱりこうやって瓦の作りになってるんで、古き良き日本家屋のイメージをしているんですかね。で、隣にもこれ客室があるんで、一応ここは連結されてる感じで、完全に独立した一つのビラというわけではありません。スイートの客室はこの辺の傘の入れ物からも高級感がすごい伝わってきますよね。では入りますけど、
鍵もこれ組子細工が使われていて和の空気感がたっぷりです。この辺出たところにもちょっと腰掛けられる場所があるんですけど、鍵って言っても鍵っぽいものがないんですよね。多分ね磁気が入ってるんじゃないかな。こうやってすごい開きました。オープン。中入って早速ここにマスターキーがあって、ここが廊下のスペース。この辺下は石造りになっていて、これ左手に靴を置いて、ここからフローリングですね。これが室内用のスリッパで、すごいふわふわな作りになっていて履き心地が良さそうで、まず入ったところがリビングエリアになってます。右手が入り口の部分、この辺のお庭ももちろんちゃんと整えられていますね。そしてまずは目の前にここ小さなテーブルと椅子があって、この上にもロビーで見たような綺麗な木の照明があります。で、真ん中にはウェルカムスイーツですね。みかんがこれめっちゃ大きいですね。この辺三重県和歌山も隣だから美味しいみかんが取れるんでしょうね。そしてこっち側奥には足を思いっきり伸ばせる広々としたデイベッドがあって、ベッドがこれです。ツインベッド。これはキングタイプとこうやって分けられたツインタイプを選ぶことができるようになってるんですよね。フットベンチもこうやってあって、やっぱり温泉のリゾートホテルなんで、こうやって浴衣もしっかり準備されていますね。フットベンチもね、完全なる外資系のホテルではなく、やっぱちょっと和の雰囲気漂ってますよね。この辺のクッションの素材も。フットスローもちょっと和の感じじゃないですか。布の生地感とか。でロビーから客室までやっぱり木のぬくもりをしっかりと感じることができる空間になっていて、そして天井がこれとっても高いんですよね。開放感がすごいです。ベッドボードもちょっと障子のような感じ連想させて和の空気感が漂ってますよね。でベッドの横にはこれお花も飾られていて、ここにも鍵と同じ組子細工がありますね。でこの辺点は照明と各種照明のスイッチですね。ワンタッチでコントロールできそうですね。いろんな照明を。そしてベッドの向かい側、ここにはテレビがあります。でこのテレビはこのスライド式のものがあります。これを横にするとこうやって完全に隠すことができて、日常を忘れることができる作りにもなっているということですね。これ目の前は今アマンのプロモーションの映像が流れていますけど、その下にはここにはお菓子のサービスが置かれていますね。この辺は無料でいただくことができるようになっていて、この木の入れ物はすごい重厚感があって、氷を入れる入れ物ですね。そしてその下、ここの扉を開けると冷蔵庫があって、中にはたくさんのドリンクが入っています。この中のソフトドリンクは無料でいただくことができます。なんでこの辺のみかんやトマトや牛乳、炭酸水、でもこれね、地元のドリンクが置かれてるっていうのが素晴らしいです。アクエリアスとかポカリセットコーラとかじゃなくて、さすがにラグジュアリーホテルなんでね。下もこれソフトドリンクだな。コーラ。でもコーラといってもちゃんとこうやって瓶のコーラ、そしてジンジャーエール、ウーロン茶、お水があります。で、こっちにはスパークリングかな、白ワインで、真ん中はなんだこれ。純米吟醸って書いてるんで、これは日本酒ですね。これも三重県地元の日本酒。で、一番左、これも地ビールが置かれています。有料ですが、この辺はこうやってローカルのもの置かれてるのはいいですよね。そしてこの右手は一番上にこうやって各種グラスが置かれていて、グラスはこれ HS っていう風に書いてますね。でその下、ここには栓抜きとかマドラーか、あとはナイフも置かれてますね。フルーツとかをカットするようかな。でこれは伊勢茶、お茶のパックがありますね。これに入れて作るのか。あとはアールグレイとかイングリッシュブレックファスト、カモミールとか各種紅茶も置いてますね。アマンって書いてるんでオリジナルのやつですね。で一番下にカップが置
かれてます。カップは今まであんまり見たことないですね。のりたけとかじゃなくて、また新しいやつ。紅葉ジャパンって書いてますけど。で、右手にネスプレッソのコーヒーがこんな感じで3種類あります。そして窓際の方に行ってみると、こっちにもこんな大きなデイベッドが置かれています。ベッドが真ん中にあるけど、ここでも十分寝ることができるじゃないかっていう広さですね。もういいホテルには個人的にはデイベッドはもう必須中の必須です。そして奥の方にちょっと景色が見えてますけどね、これはテラスに出てからまたじっくりと見ましょう。で、こっち側にはデスクがありますね。この辺でお仕事もゆっくりできるようになっていて、ここにはバルミューダの、これが多分 Bluetooth のスピーカーかな、これ光ったりするやつですかね。これはなんだ、すごいおしゃれな入れ物になってますけど、これも生活感を感じさせないように、この中にテレビのリモコンが入ってるんですね。この奥はよく高級ホテルである作りですね。開けると各種コンセントとかケーブルの差し込み口があります。で、電話と、これは館内の案内ブックとかかな。あとルームサービスもあるのかもしれません。で、いやー、この久美子細工の入れ物、とってもおしゃれですね。開けてみると、うわ、贅沢にこれメモ帳を入れる入れ物だったんですね。で、下にあるこれね、ゴミ箱も空間に溶け込んでて生活感が全くない。椅子もすごい特徴的な形をしてます。はい、ではね、こっちのテラスに出てみましょうかね。セットが置かれていて、これ開けると、いやー、素晴らしいな。この景色、目の前にアゴ湾の景色が広がってます。さっき導入で見ていた海の景色もすごい綺麗だったんですけどね、こうやって海の高さとちょっと同じ位置から望む海も素晴らしいですね。で、ここ伊勢はやっぱりこの緑豊かなのがいいな。海だけじゃなくて手前側に緑が広がっていて、バリ島の雰囲気にすごい似てる感じがする。違うビラも右奥の方に見えてますね。ほんと物音一つしない鳥のさえずりしか聞こえてこないのが素晴らしいですね。でも今ちょっとなんかピコンって音がしちゃったんですけどね、右手を見てみるとすみません、くつろいじゃったはい、はい、YouTube 仲間のケイペイさんと今日は泊まりに来てます。はい、今日は小屋さんとこちらアマネムで一泊ご一緒させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめん、今白飛びしてた。ちょっと、はい、めちゃくちゃ顔が白くなってましたけど、はい、はい、ケイペイさんもね、ラグジュアリーホテルの動画いっぱい出してるんで、そうですね、ね、カードとかもちろんね、カードがはい主軸ですけど、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。動画出ると思います。アマネムで、こんな感じでね、外にもケイペイさんが今くつろいでますけど、デイベッドが置かれてるんですよね。これいいね。座ってこうやって素晴らしい景色を眺めて、気持ちのいい風を浴びながらお仕事、もちろんくつろぐこともできるっていうことですね。で、手前側にはちっちゃな椅子とテーブルもあるので、ここでゆっくりお酒を飲んでも気持ちよさそうですね。で、こっちにも、これもデイベッドっていうふうに思うと思うんですけどね、ちょっとこっち側から行ってみます。普通のデイベッドではありません。で、さっきこれ紹介しきってなかったんですけど、ここに電子ケトルがありますね。ラッセル・ホブス、もちろん高級品が置かれていて、下にネスプレッソのコーヒーマシンとお水で、一番下にここに茶器がありますね。高級ホテルの茶器は、うわ、やっぱりずっしりとこれ重厚感がありますね。リッツ・カールトン福岡とかで持ったのと同じような重さだ。で、こっち右手が水回りのスペースになってて、こっちですよ。右手、温泉があります。客室温泉があって、この辺は椅子とか各種タオルが置かれてるのかな。で、石造りのすごいこれも重厚感ある作りになっていて、大人一人が思いっきり足を伸ばして浸かることができる広さになってます。で、今まだ温泉張られてないので、この左手ですね、これが温泉。源泉が60度って言ってたんで、薄めたくなかったら温泉に浸かる1時間から2時間前ぐらいにお湯を張ってくださいっていう風に言ってましたね。すぐ浸かりたい場合はちょっとお水とかを入れて薄める必要があります。その辺はね、高級ホテルなんで、欲を言えば流しっぱなしで温度調節をお宿側にしてもらって、いつでも入れるようになれば最高なんですけどね。それでもここは本当に雰囲気がいいんですよ。というのも、目の前素晴らしい海の景色見えてるんですけど、この窓をね全開にすることができて、
全開にするとこうやって湯船の向こう側綺麗な四角形ピクチャーウィンドウのように美しい光景が広がってますね。なんで湯船に浸かりながらこんな感じで、いやなんて素晴らしい。これは早く客室温泉にも浸かりたいですね。今までいろんな客室温泉使ってきましたけど、この非日常感すごいな。でさっきちらっと紹介したデイベッドって言いましたけど、手前側にありますけど、これは温泉に浸かってちょっと体が温かくなったなって思ったら外に出て、ここでゆっくりと体を休めることができるっていうことなんですよ。素晴らしい。いやいいな。これ開けてると鳥のさえずりや風の心地いい音が客室の中にも入ってきます。でこっち側に行くと、ここがシャワールームになってるんですよね。こうやって上にレインシャワーがあって、ハンドシャワーで、シャワールームからもこうやって海を望めるようになってて、でここにアメニティですね。こんなちょっと細長いボトルに入ってて、これ販売名 AM ボディーソープって書いてますよね。ちょっとメーカーがよくわかんないですね。これもアマンオリジナルのやつなのかな、もしかしたら。でもう一回戻ってきて、ここ右手に扉があるけど、ここを開けるとここがトイレになってますね。こんな感じ。そして正面洗面台、もちろん2つしっかりとついていて、珍しいですよね。これ横並びじゃなくて、この向かい合わせの洗面台があって、正面に鏡ですね。でもちろんコンセントこの辺ついてて、ティッシュやこの陶器、すごい肌触りといい高級感が、どこの陶器かちょっとわからないんですけどね。洗面台のコップまでラグジュアリー感漂ってます。でコップだけじゃなくて、この辺のソープの置物とかもね、高級感あふれる陶器、そしてハンドタオルに、これはなんかもう上等な湯飲みじゃないかと言わんばかりの入れ物なんですけど、この中に綿棒とかコットンとかが入ってるんですね。はい、そしてバスタオルもこうやってかけられていますね。でこっち側、これ向こう側にはなかったですけど、ボディーローションが置かれてます。そして姿見がこっち側にこうやってあるわけですね。で奥の方、この辺がパウダールームといいますかね、お化粧ゆっくりできるスペースになってます。これすごいな。こんな大きな鏡必要なのかっていうぐらいね、天井まで鏡が伸びてるの初めて見たわ。でもちろん拡大鏡もこうやってちゃんとあります。でここの下が引き出しになっていて、こんな感じで各種アメニティがありますね。歯ブラシとかボディタオルとかひげ剃り。でもこっち見ると、これがヘアブラシ、あとは三木本コスメティックスのスキンケアセットがありますね。メイク落とし、洗顔フォーム、ローション、保湿クリームと入ってます。でこの袋の中がドライヤーですね。さすがにこのクラスのホテルになると出ました、レプロナイザー、超高級ドライヤーですね。リッツ・カールトンとか星のやでも見たやつ。あの時なんか紫色だったけど、これ緑色だな。また型が違うタイプ。10万円くらいするんですかね。でここの上にもなんか白い袋があるけど、ハーバルバスソルトかな、柚子っていう風に書いてるから、香りを漂わせるソルトですね。で最後に見てないスペースはこっち側に広々としたウォークインクローゼット。これはもう十分すぎる広さですね。ちょっと左手僕の荷物が散らかっちゃってますけど、バスローブもここにあって、なんか今までにこれ体験したことがないような、また肌触りのふわふわのバスローブですね。これも着るの楽しみだ。でここの引き出しを開けたところに、緑に囲まれてるんでね、虫とかが暑い時期だと出ると思うんで、その辺の対策グッズが置かれてますね。あとは下に、これはなんかアマネムって書かれたトートバッグみたいな、これ持って帰っていいのかな。で左手にセキュリティボックスですね。ちなみにこれが館内図で、車で入ってきたのがこのゲートって書いて、真ん中のパビリオンってとこかな。で受付がこの上ですね。さっき見たプールとかダイニングがある場所で、アマンスパっていうところに行くと、多分ここにサーマルスプリング、温泉とかがあるんだと思います。自分が泊まってるのは
レセプションの左下の方にある19番の客室ですね。こうやって見るとやっぱ敷地広いですね。で、各施設の営業時間もこんな感じで書いてます。相手は今日はこの客室で1泊するわけですが、日本で宿泊したお宿の中でもこれはもう最上級ランクのホテルじゃないですかね。大自然に囲まれたこの緑と青々とした海の景色が本当に素晴らしい。で、この客室の料金なんですけど、今回はこちらのダイナースクラブカードの特典を利用してお得に泊まることができました。このお宿で最もリーズナブルなボトムの客室を今回は予約した形で、2名室の朝食付きで総額22万7700円だったんですけど、普通だったらボトムの客室森スイートにアサインされるところ、ダイナースクラブの優待で客室アップグレード確約でこの海の景色が望める森スイートになったわけですね。せっかくこの島に来たんだったらこの青々とした海の景色絶対望みたいので、アップグレード確約は本当にありがたいですね。これはもうダイナースクラブカードのおかげです。せっかくなんでこのダイナースクラブカードを紹介しておくと、今普通だったら年間費がかかるところ、年間費初年度無料キャンペーンをやってます。で、旅行好き、そしてグルメ好きの人にとってはこのダイナースカードは結構魅力があって、いくつか魅力紹介しておくと、まず1つ目が今回僕が利用した国内の高級宿の優待ですね。厳選した110以上のホテル旅館でお宿内のクレジットであったり朝食、そして今回みたいにルームアップグレードの特典がつくんですよね。アマネモをはじめ結構魅力的な旅館ホテルの特典を受けることができるので、高級宿宿泊の人にとってもメリットがあって、で2つ目の特典ですね。これがダイナースの中でもかなり魅力的で、エグゼクティブダイニングというものがあって、ダイナースクラブの提携のレストランを2名以上で利用すると、なんとコース料金1名分が無料になるんですよ。全国270店舗以上あるので、結構たくさんの選択肢の中から高級ダイニング1名分無料で利用できるので、僕もね、お世話になった人へのお返しとしてこのエグゼクティブダイニング利用させてもらうことが多々あるんですけどね。1店舗につき半期に1回しか利用できませんが、複数店舗違う店舗であれば年間何回も利用していいんですよ。今回のこのルームアップグレードでも年間費分の元が取れてると思いますし、このエグゼクティブダイニングもコース料理1万円以上するんでね、年間費払うメリットは十分にあると思います。で、3つ目の魅力としては、コンパニオンカード、プラチナマスターカードを無料で発行することができます。これどういうことかっていうと、ダイナースは店舗によっては利用できない店舗もあると思うんですけど、このコンパニオンカードを持ってると、つまりはマスターカードを使うことができるということなんで、マスターカードが使えない店舗っていうのはあまりないと思います。で、このコンパニオンカードで支払った分はもちろん支払いを一つにまとめられて、ポイントも合算できるんですよね。で、魅力の4つ目、ダイナースグローバルマイレージというものがあって、このカードは普通にポイント還元をするとそんなに還元率は高くはないんですけど、このダイナースグローバルマイレージに加入すれば1000ポイントあたり 1000ANA マイルに還元することができるんで、マイルの還元率が 1% っていうのは還元率高めなので、旅行で飛行機に乗る際もポイントを有効活用できます。で、他にも海外の空港などでダイナースクラブと提携している VIP ラウンジを利用することができたり、海外旅行保険が自動付帯でついてきたり、さらに空港からの手荷物配送無料サービスなどもあります。この辺もね、僕は海外もよく行くんであると嬉しいですよね。ってな感じでね、旅行をお得にするクレジットカードっていうのはたくさんあるんですけど、このダイナースクラブカードは特に高級宿を楽しみたい人、あとはやっぱりエグゼクティブダイニングが本当に魅力的だと思うんで、グルメ好きの人にはおすすめのクレジットカードですね。で、さっきちらっと言った通り、今は入会キャンペーンをやってて、年間費が普通だったら 24,200 円かかるところを今は初年度無料なんで、さらに入会後3ヶ月以内に20万円利用すれば1万円キャッシュバックされるんで、本来だったら年間費かかるところをなぜかプラスになるっていうとんでもないキャンペーンやってるんでね、概要欄にリンクを貼っとくので、ダイナースクラブカード気になった人はぜひ作ってみてください。無料なんでね、一度使ってみることをお勧めします。で、一応ダイナースクラブビジネスカードっていうものもあるので、さっきのダイナースクラブカードは申し込み期限が3月31日までなんですけど、ビジネスカードは6月30日まで申し込み分受け付けてみてるようなんで、そっちもチェックしてみてください。
はい、じゃあこの後は2時半からラウンジでおやつのサービスがあるみたいなんで、そっちに行ってみます。すいません、お待たせいたしました。こちら沢餅とバスクのチーズケーキになります。でこちらの緑の方がよもぎの味になってまして、白いのが塩味です。はい、じゃあせっかくなんでここのテラス席ですね、気持ちのいい風を浴びながら、お菓子のサービスはこれ左手、さっきスタッフさんが言ってた通りです。沢餅とバスクチーズケーキ。季節によってこのおやつは変わるみたいですね。でドリンクもコーヒー、紅茶、オレンジジュースだったかな、選ぶことができてカフェラテを頼みました。いただきます。ティータイムは14時半から16時半の2時間サービスがあるみたいです。なのでチェックイン前とかにこうやってゆっくりすることもできるっていうことですね。今日は冬だけどかなりあったかいんで外で食べれますし、さっき見せた中でももちろんいただきます。バスクチーズケーキから絶妙な甘さと香ばしさでうまいですね。チーズケーキ、これはコーヒーと合うわ。いやー、心落ち着きますね、この空間。これがあれなんて言ってたっけ、沢餅伊勢名産らしいです。中のこしあんがしっかり甘みがあって、この周りの餅もね、すごい鮮度が高い気がする。やっぱ伊勢といえば赤福があるんでね、この辺の和菓子のクオリティは高いです。美味しいお菓子を食べて、これから温泉タイム。客室の温泉に使ってもいいんですけど、サーマルスプリングというスパの施設の中にあるパブリックの温泉エリアがあるみたいなんで、そっちにまずは行ってみます。受付のエリアにはこんな感じで売店もあって、ここにはアマンオリジナルのグッズがたくさん販売されています。ここにあるのはアマンと記された革製品ですね。この辺にはバスソルトなどが置かれていますね。お部屋の中にあるアメニティやお部屋のキーホルダーなども販売されています。ここにはアマンオリジナルの水着も販売されています。はい、サーマルスプリング、中に入ってきたらこんな感じ。まず手前側にこうやって流れてますけど、これね、さっきケイペイさんがこれは水風呂かって言ってたんですけどね、これ見てわかる通り下に石があるので、普通に水風呂ではなく、見せ物と言いますかね、水の流れがとっても風情があります。そして奥に行ったところ、ここが温泉のエリアになってます。でこの右手見て分かる通りね、ガゼボのような場所があって、デイベッドも置かれてるんで、あそこでゆっくり休むこともできるようになってます。でこっち下降りてきても左手にくつろげるデイベッドが置かれていて、逆光がこれ今いい感じですね。そろそろ今から夕方に近づいていくんですけど、こっち右手に広々とした浴槽があって、なかなかね、こういったプールはあるとは思うんですけど、温泉施設でここまで広々としたリゾート感あふれる施設っていうのはないですよね。こっちの奥の方までスペースが続いてます。そんなに客室数も多いホテルではないので、ゴミゴミ混み合うことは絶対ないでしょうね。余裕を持ってくつろぐことができそうです。夏の時期だとこっち側が42度ぐらいで奥が40度ぐらい温度差があるみたいなんですけど、冬の時期は両方とも42度ぐらいであったかくしてるっていう風に言ってましたね。これ段差があるんで、ちょっとこう寝湯をしたり深く使ったり半身浴したり、いろんな過ごし方ができそうですね。ケイさんもすごい気持ちよさそうに使ってます。気持ちいいですか？最高です。俺も使ろう。最高です。これ湯加減もバッチリ。バッチリ。よし、じゃあ使ってみましょう。いやー気持ちいいわ。今は冬なんでね、
太陽が照ってるとはいえ裸だとちょっと冷えるので、温泉がめちゃくちゃ気持ちいいですね。これ全身使ったら最高だ。これは他では味わえない雰囲気じゃないですかね。パッと見は完全にこのリゾートホテルのプールのような雰囲気なんですけど、湯気が立っているところからも分かる通り、これはちゃんとした温泉施設でございます。日本だからこそ味わえるこの広々とした温泉の空間ですね。でさっきまでお客さんいたんですけど、ちょうど今4時から利用開始してるんですけど、貸し切り状態です。本当はね、ここチェックアウトの後も2時まで利用することができるんで、明日のチェックアウトの後にここ使おうと思ってたんですけど、明日大雨の予想なので、それだったら今ちょうど天気がいい今日のうちに入っておこうということで今利用してます。こうやって温泉に浸かることができるのはもちろん、更衣室はちょっと撮影禁止なので撮影はできなかったんですけど、更衣室の中にはドライサウナとスチームサウナもあったんで、体を整えることができますね。もちろんシャワールームや各種アメニティも整ってたんで、チェックアウトの後特に何も準備しなくてもゆっくりとくつろぐことができると思います。いやー、これは本当今まで味わったことのない特別感あふれる空間ですね。そして同じエリアにジムもありますね。ここ左手、中入るとこうやって目の前自転車でランニングマシーンがあって、この辺にダンベルとか全身を鍛えることができる器具が奥の方にありますね。ウェイトトレーニングの器具はそんなに置いてない感じですね。でこっち側にはバランスボールとかも置かれていますし、この真正面にはお水やタオルのサービス、そしてなんとフルーツもこんな感じでリンゴとデコポン、大きなみかんが置かれてます。ちなみに無料で上下の服や靴もレンタルしてくれます。で今回はチェックアウトした後に結構雨がひどかったんでね、ジムでトレーニングをしてサウナに入ったりシャワーも浴びることができました。いやー、温泉気持ちよかったっすね。客室に帰ってきて、これテラスでくつろぎながら、せっかくなんでこの冷蔵庫の中にあった柚子トマトジュースをいただいています。珍しいですね、柚子が入ったトマトジュース。これうまいっすね。トマトの甘みと酸味もしっかり出てるんだけど、そこに柚子の香りが加わってちょっと上品なトマトジュースになっていますね。いやー、これはうまいわ。濃厚で風呂上がりにいいね。せっかくなんで客室にあったこの青さのせんべいも、せんべいも美味しいわ。はい、今お部屋の温泉にも使ってますけど、こっちはこっちでまた雰囲気が最高ですね。これ右手を見れば素晴らしい英虞湾海の景色を見ながら浸かることができるっていう特別感ですよね。さっきのサーマルスプリングだと海の景色は見ることできなかったんで、これは客室の温泉ならではの醍醐味ですね。ダイナースクラブカードのおかげでアップグレードされて、こうやって海の景色を望むことができているので良かったですね。やっぱ海が見える見えないじゃ全然気分が変わってくるんで。で温泉の泉質は若干海水が混ざったような海辺の温泉宿ではよくある少ししょっぱい感じがしましたね。はい、でこれちょっと熱くなったら立ち上がってこんな感じでちょっとソファーの方に乗り出していって、気持ちのいい風を浴びて体をまた冷まして温泉に浸かってっていうことを繰り返すことができる贅沢ですよね。
目の前に人工的な建物がもうほとんどないからこそ、こうやって開放的な空気感を温泉でも作ることができるんですよね。本当に素晴らしい。お昼はとっても綺麗に晴れてたんですけど、やっぱり明日の予報が雨だから、夕方になるとこうやって雲に覆われてきましたね。少しでも青空の景色を見ることができてよかったわ。はい、席について今回はコース料理を注文しました。しずくという、一応お宿の中ではリーズナブルなコース料理なんですけど、それでも17,000円程度ですね。最後のデザートまで豪華ラインナップが並んでいますけど、右下がメインのところが選べるようになっていて、炭火焼きもしくは鍋料理から選んで、炭火焼きであれば豚、あとは金目鯛とかエビとかがついた海鮮、そしてプラス料金を払えば伊勢エビか松阪牛にもすることができるんですね。でこれがドリンクのメニュー表で、日本食なんで日本酒を飲もうと思うんですけど、ローカル酒三重県のこれが日本酒リストで、下は全国各地から集めた日本酒ですね。やっぱ外国人が多いんでしょうね。これ英語で書かれてるんで。で次のページが、こっちはグラスじゃないタイプで出てくるんですね。結構なお値段がしますね、さすがにこの価格帯のホテルは。あとはこのテイスティングセットっていうのもありますし、下がホット酒で、ここには焼酎ですね。上から下まで、下がこれ芋焼酎かな、スイートポテトって書いてるんで。でビールも地ビールがありますし、この辺りはプレミアムティーセレクション、気になりますね。お茶もとっても高品質なものが使われているんでしょうね。でソフトドリンクもこんな感じで並んでます。で最後にはコーヒーティーですね。食後に一杯どうですかと。そしてワインリストもかなりたくさんのページにあって、ここでしか飲むことができない珍しいワイン、日本にこんなワインが置かれているのかという珍しいものまで取り揃えられているとスタッフの方が言っていました。メニュー表に載っていたものすべて写真で並べておきますんで、気になる人は一時停止ボタンを押して見てみてください。ザクでございます。手ザクの中取りと申しまして、本当に中心部分のお米の甘い部分だけを抽出したお米でございます。いたしました。こちらコースのいざない先々でご用意しております。こちらの貝ですね、ヒオウギ貝と申しまして、地元の貝ですね。その下のヒオウギ貝とご一緒に春野菜ですね、ウルイだったりココミをご一緒にご用意しております。春だし鮮やかな貝殻の色も特徴なので、お楽しみください。いやもうこれお料理だけじゃなくて盛り付けもすごいな。お皿とこの貝も絵になります。なんかこうねっとりとしたイカのような食感ですね。甘さもあって薄い味付けだから、食材そのものの貝の旨味がちゃんと広がってきますね。お野菜もシャキシャキでうまい。でこれ下にこんな感じで味噌っぽい甘いものがありましたね。これと一緒に食べるとより甘みが増します。で日本酒は地元のザクです。お願いします。すごいすっきりと甘みが広がる。甘みも広がるけど、ちゃんとキリッとした風味もあってうまいですね。これザクやはり季節の変わり目、春キャベツをすり流しにし、少しとろみあるスタイルですね。こちらをさせていただきます。いやこれも器がすごいね。この色合いのお吸い物は見たことないですね。でももう本当その名の通りですね。キャベツの風味が存分に出ただし汁、ちょっとお芋のような風味もするのかな。で伊勢エビ、いや伊勢エビめっちゃうまい。さっぱりとしたキャベツのすり流しだから、このエビの味を邪魔しないね。でウニも同じくちゃんと邪魔せずうまみを引き立てる。
で左手からこちらカツオ、直前で藁で焼き上げて香りが乗っておりますし、右手が金目鯛とじゃあアオリイカに対して伊勢マグロ、お三重で育ったマグロをご用意しておりますんですよ。さあそれではまずマグロです。いやー、とろっとろで甘くてめっちゃうまい。これ臭みが全くないわ、このマグロ。いや本当に近くで取れた新鮮なものなんですね。で金目鯛も金目鯛もめちゃくちゃうまいぞ。これ皮がね、これちょっと炙られてて、金目鯛の魚本来の甘みに加えてこう香ばしい香りが最高、うますぎる。いやこれは日本酒と合いますよ。いやーうますぎる。お作りと日本酒最高で、もう一つこれも楽しみですね。カツオのわら焼き、高知で食べた以来だ。いやこれもめちゃくちゃうまい。わら焼きでこう香ばしい香りを漂わせながら、多分これ上におろしガーリックか何かが乗ってると思いますね。それもいいアクセントになってますし、カツオとマグロって本当に鮮度が大事だから、ちょっとでも鮮度が悪いとやっぱ生臭さ気になるんですけど、両方とももう甘くてめちゃうまい。いやそれこそ近くの和歌山那智勝浦でマグロとカツオ食べた時もめっちゃうまかったから、この辺りはこの2つ品質高いんでしょうね。いや最高だな、お作り。で次面白いのが出てきましたね。これタイでアスパラを巻いているんですね。こんな料理初めて見ましたね。そして山菜の天ぷらで、このアスパラ巻きはこれがなんだっけ、吹き味噌、これにつけて食べると。で天ぷらはこれお塩とすだちがありますね。じゃあまずは天ぷらをすだちって天ぷらにかけるのかな。これ全部にかけるのかな全部にかけるのかな。まあでもお魚にかけても美味しいからな。サクサクでうまいですね。程よい岩塩の香りもいい感じだな。でこれですね、タイアスパラ巻き。いやこれもめっちゃうまいわ。やっぱお魚の品質高いですね。このタイがね、もう身がぎっしり詰まっていて、しっとりと焼き上げられていて、癖のない淡白なお魚のうまみが口にじゅわっと広がっていきますね。そこに邪魔しない程度にこのアスパラの食感、さっぱりとした感じがいいですね。地元の青さ豚ですね。こちらが3種類の魚介類でございまして、左手から金目鯛、サイマキエビ、大あさりでご用意しております。こちらは炭火焼きの豚用のポン酢をベースにした特製のおろしだれでございます。お願いします。よし、じゃあメインディッシュ、金目鯛一夜干し。いやープリップリで弾力がしっかりあって、適度に脂身が乗ってる感じがいいですね。金目鯛うまい。でこの貝殻は大あさりですね。ちょっと刻んでくれてすごい食べやすくなってる。いやこれもぎっしり歯ごたえがあって、塩だれのようなものがかかって味付けされてますね。いやすごい食べ応えのある貝ですね。ペイペイさんにこれ豚肉一切れもらっちゃいました。豚肉ですけどしっかりしっとりと柔らかくてうまみがちゃんと出てますね。で大根おろしとネギのこのソースがすごいさっぱりしてるから、その相性がいい感じですね。でちょっとこれが違う部位ですね。こっちは味噌だれみたいなやつ。こっちの方がより歯ごたえのある豚肉ですね。味噌だれでほんのり甘みがあって味の変化を楽しめます。こちら桜エビとそら豆の皮炊きご飯になっております。いやーいいですね。この揚げられたエビのサクッとした食感と小エビがたくさんまぶされてるからね、口にしっかりエビのうまみが広がっていきます。食感とうまみを楽しめますね。でこの出汁がね、ご飯の中にしっかり溶け込んでますけど、すごいさっぱりとした味わいで締めのご飯として最適。で味噌汁、赤だしですね。安定してうまい。いや最後の最後まで日本酒が進みます。いやうまい。最後。
かん使用したムースケーキでございます。スポンジ部分だったりとか、あとは中のクリームにもすべてみかんですね、ピールだったりとか果汁ご用意しております。ではみかんのムースですね。生地にもみかんが練り込まれてるんで、しっかりと風味が広がっていきますね。この辺ね、和歌山もそうですけどみかんの産地ですからやっぱうまい。そして煎茶も出てきました。このお茶めっちゃうまいわ。静岡県産のお茶が使われていて、抹茶も練り込まれてるみたいなんでね、すごいマイルドな味わいに仕上がってます。うまっ。いやさすがにこの辺りローカルの旬の食材をたくさん使ったコース料理だったんでね、一つ一つの食材の質が高くてどのお料理も美味しかったですね。中でもやっぱりお作り、お魚の品質が本当に高くて驚きました。でも本当おすすめは、せっかくこんなラグジュアリーなホテルに泊まってるんだったら、一生に何度も泊まれるわけじゃないと思うんで、伊勢海老や松阪牛をプラス料金払って頼んだ方がいいと思いますね。より満足感が高まると思います。ごちそうさまでした。ちなみに今回はダイニングでディナーをいただきましたが、もちろんルームサービスのメニューもたくさん取り揃えられています。ランチメニューと被るものもあると思いますけど、その時のお腹の空き具合や気分に応じてお部屋で完全プライベートでゆっくりとご飯をいただくっていうのも良さそうですね。ルームサービスも写真でメニュー表載せておくんで、気になる人は一時停止ボタンで見てみてください。で、これがバーのメニュー表ですね。まず一番上にシグネチャーカクテルでアマネム、神と書いてジントニック、面白いですね。あとは杯、これもジンを使ったカクテルで、うまみマティーニっていうのも気になるし、ブラックパール、マルガリータ、せっかくなので珍しいカクテルをいただこうかな。下にはクラシックモクテルとかシグネチャーの、これはソフトドリンクですね。コーラのような味わいのする、コーラではないけどソフトドリンクって言ってました。で、次のページにはウイスキーもこんな感じで並んでいますね。右手にはスコッチウイスキー。で、次ここまでもウイスキーがあって、こっちにはビールやクラシックカクテルが並んでいます。スナック失礼いたします。杯失礼いたします。じゃあお次いたしますね。伊勢のローカルジンと柚子シロップを入れいたしました。最後にシャンパンでおつぎするこぼれ酒、あふれ酒でした。じゃあ T さんと乾杯です。お疲れ様です。これめっちゃこぼれるけどこれで乾杯しよう。そのままでじゃあ。乾杯。お疲れ様です。いやジンがしっかり効いてるけど、この柑橘系のちょっと和の風味がいいね。ここでしか飲めないような風味だ。ジン有名なんですかね。ね、こっちの方で。ね、だってそれもジンだし、これもジンですジンだし、シグネチャーで2種類のジンがあるからでもうまい。こっちでもじゃあ小林さんお疲れ様です。杯うまいすごいうまい。また明日朝食お願いします。いや楽しみですね、楽しみです。なんか前評判だとめっちゃいい、素晴らしいから楽しみ。はい。で、お部屋に戻ってきたらターンダウンサービスがされていました。こっちの水回りはかなり薄暗い照明に変わってますね。で、驚いたのがね、僕がちょっととっちらかしてコードとかこれビローンって広げたままだったんですけど、これ私物なんですけどね、こうやってちゃんと結んでくれてます。こういう細かいところまでサービスが行き届いてますね。リビング寝室も照明が暗くなっていて、扉が完全に閉められてますね。で、ここには夜食が置かれてるのかな。これちょっと中見えないけど、多分カステラみたいな感じかな、この肌感。あとは真ん中に氷ですね。で、ベッド周りはこうやってめくられていて、枕元にお水を準備してくれています。はい、そして夜の温泉に浸ってます。やっぱり夜が一番気持ちいいですね。さすがにこの時間帯になると、こっち側大自然に囲まれたエリアにあるんで真っ暗なんですけど、
若干奥の方は光が見えてますけどね、今日は本当に気温がちょうどいいですね。冬ですけど寒すぎず、夜になっても心地いい冷たい風がこの温泉に浸かってる時も体に吹きつけてきます。こうやって窓を開けると露天気分で夜も快適ですね。日中はトマトジュースを飲みましたけど、夜は冷蔵庫の中にあったやつ、みかんジュースいただきます。これもうまいな。まるでみかんを食べてるような味わい。もう書いてる通りですね。濃厚なみかんの旨味。やっぱ柑橘系のジュースは温泉に入ってる時に飲むと美味しいですね。おはようございます。翌朝です。昨日言ってた通り、今日は雨予報で起きた瞬間、こんな感じでしっかりと雨が降ってますね。でも雨の状態、悪天候でもこんな素晴らしい景色を望めるっていうのがね、本当にすごいわ。で、やっぱこれ森が深いんで、この木々に隠れた鳥たちのさえずりも雨が降ってても聞こえてくるっていうのもまたすごいですね。景色というのは天気とともに移り変わりますし、季節とともにも移り変わって、その変化を楽しむのも一つの醍醐味ですね。いやでも本当想像しい音が全く聞こえてこないんで、清々しい朝です。では朝食行ってきます。朝食会場着きました。昨日の夜は見えてなかったですけど、窓からは奥の方に海の景色もちらりと見えてますね。朝食メニューなんですけど、この左手が和朝食、洋朝食とあって、クレジットが5000円あって、この2つであればちょうど5000円っていう風に言ってましたね。なかなか面白いシステムですよね。右手にはお子様メニューもあって、でセットメニューじゃなければアラカルトメニューから、5000円分あるから、この中から計算して組み立てていっても大丈夫ですとのことなんで、もしオーバーした場合は追加料金がかかるっていう感じですね。でお目覚めドリンクでリンゴジュースが出てきました。でお目覚めドリンクいただきます。本当にこれすりおろされていてね、すごい液体というよりちょっと固体も混じっている感じで、めっちゃ濃厚でうまい。ご朝食をお待たせしております。まず黒い器ですけれども、豆腐料理松阪市の嬉野豆腐という豆腐を使用しました。本日湯豆腐でございます。お刺身ですね、漬けにしましたマグロのご用意でございまして、あとはがんもどきやおどきに湯葉のベーコンがけをかけたもの、手前ジャックおろしでしたり、あとは塩昆布、明太子、あとは串焼きですけれども、アコヤ貝といいまして、この辺り真珠の輸出が非常に盛んでして、真珠の貝の貝柱の串焼きにしております。あとはスモークサーモンや地元の金庫芋というさつまいもを干し芋にしたものなどをご用意しております。自家製のアジの一夜干しと、あと中央ですけれどもサワラの焼き物ですね。あとは伊勢の金総鶏という地鶏胸肉でございます。下にお味噌を添えておりますので、ご一緒にどうぞお楽しみください。あとご飯もシーラーですが、三重県伊賀市の干しイカリでございます。朝食めちゃくちゃこれいい感じですね。まずはこの地元の嬉野産のお豆腐ですね。嬉野って言ったらもう九州出身の自分からしたら佐賀県なんですけどね、こっちにもあるんですね。本当にさっぱりとしただしの味付けで、豆腐本来の味がしっかり出ててうまいですね。そして昨日の夜も食べましたけど、マグロ、すごい、このマグロねっとりと口の中でとろけていく美味しいイカのような食感というかね、これも甘くてめっちゃうまいですね。でさっきスタッフさんが丁寧に紹介してくれたこの貝、何以外か忘れたけど、弾力のある食感にちょっと炙られて香ばしくてうまいですね。味噌汁はこれしじみが入ってるの。
朝は白味噌で落ち着く味わいで、伊賀のお米釜炊き、いやーうまいですね。ちょっとお時間頂戴しますって言ってたんで、こうオーダーを受けてから多分ご飯は炊いてると思うんでね、こう炊きたてのご飯だからめっちゃうまい。卵焼きもこれめちゃくちゃ分厚いんだけど、ふわふわで濃厚。卵焼きもうまい。お魚も豪華に3種類。アジ、いやーうまいな。アジ、日本の朝食といったらこれじゃないですか。アジのうまみにほんのりと苦みがある感じ。サワラ、これでちょっと、はい、本当ですか、ありがとうございます。サワラもプリプリでうまい。で鶏肉も、いや鶏の品質も高いわ。もうやっぱ全体的にそれぞれの食材のクオリティが高いのはもちろん、この素材の旨味をちゃんと引き出す薄い味付け、もう日本人好みの間違いのないクオリティの高い和食ですね。理想的な朝食。冷てー、冷たいこれだ。いやでも雨の中でも絶対気持ちいいよこれ。全然入れるじゃん雨でも。いやこれは気持ちいいわ。逆に雨だとプールは絶対入れんから、温泉だったら余裕で入れるで。いいじゃんいいじゃん、気持ちいい。